2025年7月5日、この日付をめぐって様々な予知や噂が飛び交っています。その中でも注目を集めているのが理論物理学者の安江邦夫氏による予知です。安江氏は NASA の関係者から極秘情報として2025年7月5日にフィリピン海周辺に隕石が落ちて災害が起きるという情報を得たと主張しています。この予知は科学的な根拠と神秘的な要素が混在する興味深いものとなっています。安江邦夫氏について、安江邦夫氏は1951年生まれの日本の理論物理学者です。東北大学理学部天文学科を卒業後、京都大学と名古屋大学の大学院で理論物理学を学び、理学博士号を取得しました。その後、スイスのジュネーブ大学で講師を務め、東芝総合研究所で研究を行った後、ノートルダム精神女子大学の教授として長年教を取りました。2017年に同大学を退職し、現在は名誉教授の地位にあります。安江氏の学術的な功績として特筆すべきは、湯川秀樹博士の素領域理論を継承し、それを数学的に証明するための安江方程式を導き出したことです。この業績により世界的に認められる理論物理学者となりました。しかし、安江氏の興味は物理学にとどまらず、武道、特に合気道、UFO 研究、スピリチュアルな領域にまで及んでいます。彼は白化神道の伝承者としても知られ、科学とスピリチュアリティの融合を模索しています。このような多岐にわたる活動と独特の視点を持つ安江氏が発した2025年7月5日の予知は多くの人々の関心を集めています。では、この予知の具体的な内容とそれをめぐる議論について詳しく見ていきましょう。安江邦夫氏の予知によると、2025年7月5日頃にフィリピン海周辺に小惑星の破片が落下するとされています。この情報は安江氏が NASA の関係者から非公式に得たものだと言われています。しかし、この予知の具体的な内容や情報源についてはいくつかの疑問点があります。まず、安江氏自身がこの情報の出所を明確に示していないことが挙げられます。NASA の公式ウェブサイトや公式発表にはこの予測に関する情報は見当たりません。そのため、この予知の信憑性を客観的に確認することは困難です。次に、予知の具体的な内容についても不明確な点があります。小惑星の破片の大きさや落下によって引き起こされる可能性のある災害の規模などについて詳細な情報は提供されていません。これらの点が不明確であることは予知の信頼性を評価する上で重要な課題となっています。しかし、安江氏の予知が注目を集める理由の一つは彼の学術的な背景と実績にあります。理論物理学者としての専門知識と NASA との何らかのつながりがあるという主張がこの予知に一定の重みを与えています。また、安江氏の予知は他の予知者や神秘主義的な伝承と時期的に重なる部分があることも注目を集める要因となっています。例えば、アフリカのタンザニアにあるブンジュ村の村長による予知やアメリカ先住民であるホピ族の古代からの予知なども2025年に大きな変化が起こるとしています。2025年な。これらの予知が重なることで2025年7月5日という日付に特別な意味を見出す人々が増えています。しかし、科学的な観点からはこれらの予知を客観的に検証することは困難です。安江氏の予知を含め、このような予知を考える際には、科学的な根拠と神秘的な要素を慎重に区別する必要があります。次は、この予知の科学的な側面と、それに関連する天文学的な知見について、詳しく見ていきましょう。
安江国義の2025年7月5日の予知を科学的な観点から考察する際、まず注目すべきは小惑星の地球への接近や衝突の可能性に関する現在の科学的知見です。NASA をはじめとする世界中の宇宙機関は地球に接近する可能性のある小惑星や彗星を常時監視しています。特に直径140メートル以上の天体は地球に深刻な被害をもたらす可能性があるため、重点的に観測されています。現在の技術では小惑星の軌道を100年先くらいまで正確に予測することが可能です。しかし、2025年7月5日にフィリピン海周辺に小惑星の破片が落下するという具体的な予測は NASA の公式発表には含まれていません。一方で、小型の小惑星や隕石が地球の大気圏に突入することは珍しくありません。NASA によると、直径約10メートルの小惑星は年に12回のペースで12回ではなく、1、2回だろ。地球の大気圏に突入しています。これらのほとんどは大気圏で燃え尽きるか小さな隕石として落下するため、大きな被害をもたらすことはありません。2013年にロシアのチェリャビンスク州に落下した隕石は直径約20メートルで大気圏突入時の爆発により1500人以上が負傷しました。この事例は比較的小さな天体でも落下場所や状況によっては大きな影響を及ぼす可能性があることを示しています。NASA は地球に接近する小惑星を早期に発見し、その軌道を正確に予測するためのシステムを運用しています。例えば、2022年3月には直径2メートルの小惑星 2022EB5 を大気圏突入の2時間前に発見することに成功しました。この小惑星はノルウェー海上空で崩壊し、地上への被害はありませんでした。このような事例は小型の天体であっても、その接近や落下を事前に予測できる可能性があることを示しています。しかし、現時点で2025年7月5日に特定の場所に小惑星が落下するという予測は科学的に確認されていません。安江氏の予知が科学的な根拠に基づくものであるかどうかを判断するためには、より具体的な情報や証拠が必要です。例えば予測されている小惑星の大きさ、軌道、観測データなどが提示されれば、その信憑性をより客観的に評価することができるでしょう。次は、この予知が社会に与える影響と、それに対する適切な対応について考えていきます。安江国義の2025年7月5日の予知は、科学的な根拠が明確でないにもかかわらず、社会に大きな影響を与える可能性があります。このような予知が広く知られることで、人々の行動や心理にどのような影響があるのか、また、それに対してどのように対応すべきかを考えることは重要です。まず、このような予知が広まることで、一部の人々に不安や恐怖を引き起こす可能性があります。特に大規模な災害や人類の存続を脅かすような出来事が予知されている場合、その影響は大きくなります。過去には世界の終末を予知する説が広まり、社会的な混乱を引き起こした事例もあります。例えば、1999年にノストラダムスの大予言として知られる世界終末説が話題になりました。また、2012年にはマヤ暦の終わりに関連して世界の終わりが来るという噂が広まりました。これらの予知は結果的に的中しませんでしたが、当時は多くの人々に不安を与え、中には極端な行動をとる人もいました。一方で、このような予知が防災意識の向上につながる可能性もあります。日本は地震や台風など自然災害が多い国ですが、日常生活の中で防災の重要性を忘れがちです。2025年7月5日の予知をきっかけに多くの人々が防災について考え、準備をすることは結果的に社会全体の防災力向上につながるかもしれません。しかし、予知に対する過剰な反応は避けるべきです。
例えば、予知を信じた人々が、その日に向けて、過剰な準備をしたり、パニックに陥ったりする可能性があります。特に、食料や防災用品の買い占めなどが起これば、一時的に物資の不足や価格の高騰を引き起こす可能性があります。また、予知に関連して、様々な噂や偽情報が広まる可能性もあります。インターネットや SNS の発達により、情報は瞬時に広まりますが、同時に誤った情報も急速に拡散してしまう危険性があります。そのため、情報を鵜呑みにせず、信頼できる情報源から正確な情報を得ることが重要です。では、このような予知に対して、個人や社会はどのように対応すべきでしょうか。まず、冷静に情報を判断することが大切です。予知の内容や出所を確認し、科学的な根拠があるかどうかを見極める必要があります。また、公的機関や専門家の見解を参考にすることも重要です。次に、過度に不安にならず、日常生活を送ることが大切です。予知の有無にかかわらず、災害への備えは常に必要です。非常用の食料や飲料水、懐中電灯、携帯ラジオなどの防災グッズを準備し、避難経路の確認や家族との連絡方法の確認など、基本的な防災対策を行うことが重要です。さらに、地域の防災訓練に参加したり、ハザードマップで自分の住む地域の危険箇所を確認したりすることも有効です。これらの行動は、特定の予知に対する備えというよりも、日常的な防災意識の向上につながります。最後に、予知や噂に惑わされず、科学的な知見や公的機関からの情報を重視することが大切です。NASA などの宇宙機関や気象庁、防災機関からの情報を定期的にチェックし、信頼できる情報に基づいて行動することが望ましいでしょう。次は、安江国吉の予知と科学の関係性について、より深く考察していきます。安江国吉の2025年7月5日の予知は、科学と非科学の境界線上にある興味深い事例と言えます。この予知を通じて、科学的な知見と予知や直感的な予測との関係性について考えることができます。まず、科学的な予測と予知の違いを理解することが重要です。科学的な予測は観測データや理論に基づいて行われ、その過程は透明性があり、他の研究者による検証が可能です。一方、予知は個人の直感や神秘的な体験に基づくことが多く、客観的な検証が困難です。安江氏の予知は NASA からの情報に基づくと主張されていますが、その詳細や検証可能性が不明確です。科学的な観点からは、このような情報は慎重に扱う必要があります。しかし、だからといって、この予知を完全に無視することも適切ではありません。科学の歴史を振り返ると、当初は非科学的とされた考えが、後に科学的に証明された例もあります。例えば、大陸移動説は、提唱された当初は、多くの科学者に否定されましたが、後に、プレートテクトニクス理論として、確立されました。また、隕石の存在自体も、18世紀末まで、科学界で認められていませんでした。このような事例は、科学者が未知の現象に対して、オープンな姿勢を持つことの重要性を示しています。同時に、新しい考えや予知を検証する際には、厳密な科学的方法論を適用することの必要性も示しています。2025年7月5日に向けて、抗いましょう。